ご視聴ありがとうございます。今日はですね、この高橋商店さんの安丸だしの赤のだしですね。これを使ってね、茶碗蒸しを作っていきたいと思います。材料の方ね、では説明していきます。まず、お出汁ですね。今日はね、450ml 使います。卵3個、薄口醤油、5ml、みりん 5ml ですね。で、今日、中の具材ですね。エビ、4匹、椎茸、1個、鶏のね、もも肉ですね。こちら、適量使います。で、かまぼこ4切れ使います。で、こちら、白身ですね。こちら、5g 使います。で、三つ葉ですね。最後に出来上がってから、三つ葉を入れます。こちら2本ですね。では、作っていきます。まず、卵ですね。最後にですね、殻の方はこしますので、少々ね、入っても大丈夫です。この時点でですね、よく溶きます。ダスターをね、下に引いてもらって、その上で、混ぜるとね、あんまり音もね、少なくて済みます。あんまりね、こう、混ぜるような感じでやると、気泡がね、たくさん出ますので、こう横にスライドさせるような感じでね、ピーラーをこう動かしてください。そうするとね、気泡があまりできませんので、ここでね、卵をよく混ぜとかないと、だしと合わせた時に分離しますのでね、それも注意してください。はい、こんな感じですね。きめの細かい、気泡になりました。ここでだしを入れます。450ml ですね。で、薄口が 5ml。で、みりんが 5ml。今日はね、これだけでね、美味しいね、茶碗蒸しの生地ができます。それだけですね、この、安丸さんのね、赤いシリーズの、だしはですね、他の調味料がね、いらないぐらいに美味しいです。ではね、これをこしていきます。はい、こんな感じでね、卵の殻とか、他のね、これで完成です。次にですね、材料の方をカットしていきます。まず、椎茸ですね。ここ、石突きをカットします。これ、今日はですね、4人前作りますので、4分の1ですね。こう、縦にこう切っていきます。はい。で、次、エビです。エビはね、背わたをね、こう、取るような感じになります。はい。こうやってもらってね。ここで、こういう感じで取れますんでね。はい、これでね、エビの処理ができました。はい、続いてね、かまぼこです。かまぼこはそのまま切るとですね、ちょっと切りにくいので、この峰ですね、包丁の峰を使って、ここに、この木のところに合わせたらですね、そのまままっすぐ下に押します。そうするとですね、こうやって綺麗にね、かまぼこが取れます。で、かまぼこはですね、こんな感じに、ちょっと斜めにね、切ります。今日はね、4人前ということで、4切れ取ります。続いてね、白身。今日はね、真鯛を使います。はい。これね、あまり大きすぎても、ダメですけど、小さすぎてもダメなので、だいたいね、これぐらいです。約ね、5g ぐらい。はい。これぐらいがね、ちょうどね、歯ごたえもあってね、鯛の風味も、して、一番いい大きさです。鶏肉です。鶏肉はね、縦にこう繊維が入ってるんですけど、先ほどのね、鯛よりもほんの気持ち大きいぐらいかな。はい。一口大にね、切ります。だいたいね、5g から、7g ぐらいかな。これでね、鶏肉ができました。続いて三つ葉なんですけど、三つ葉はね、蒸し上がりの最後に、入れたいと思います。葉っぱの方はね、そのまま、ちょっとね、こうやって蒸しっときます。軸はですね、そのままちょっとボイルをしてもらって、
冷ましてもらってね、ちょっと長めにこう取りたいと思います。このカットした各材料をですね、お出汁でですね、ちょっとね、火を入れていきます。そうすることによってですね、蒸し上がった茶碗蒸しがですね、ものすごくね、材料にも味が染みてるね、美味しい茶碗蒸しができます。安丸さんの出汁が入ってます。約 300ml 入ってます。これを一回沸かしてもらって、沸いたところにね、材料をね、入れたいと思います。入れる順番なんですけど、鶏肉、白身、椎茸、かまぼこ、最後にエビを入れます。っていうのが、エビはですね、火が入りすぎるとですね、硬くなりますんでね、余熱で火を通すような感じになります。皮がね、出てきました。この状態になったら、まず鶏肉からですね、入れていきます。一番火の通りにくいのは鶏肉なので、鶏肉をね、まず最初に入れます。で、味がね、だんだん旬できますので、今ね、表面がね、こう赤いと思います。鶏肉もですね、あまり火を通しすぎても、あまりね、良くないので、沸いてきましたね。これぐらいになったらひっくり返します。はい。続いてね、鯛の白身をね、入れていきます。はい。続いて、椎茸入れます。もう、かまぼこなんかはね、火が通ってますので、もうほんと最後の方にね、エビと一緒に入れるような感じになります。これでね、かまぼこを入れます。2分くらいかな。2、3分でもう、こんな感じにね、仕上がると思いますのでね。これをするのとしないのじゃ、蒸し上がった茶碗蒸しがですね、全然違いますのでね。はい、こうやってね、エビがね、ちょっとずつね、色が出てきます。この状態になったらね、三つ葉をね、入れます。三つ葉は、さーっと、揚げます。今ね、沸いてきたと思います。これでね、火を切ってね、冷まします。これをですね、バットに開けてもらって、一旦冷やします。冷やさないとですね、茶碗蒸しの生地を入れた時に、もうその時点でね、固まってしまいますので、一旦ね、この具材をね、冷やします。はい、今ね、こんな感じにね、冷えました。これをね、具材をね、一個ずつね、入れていきます。順番はね、別に気にはしなくてもいいと思います。はい、こんな感じにね、入れていきます。で、よくね、煮椎茸とかね、やられるかと思うんですけども、煮てやった方がいいと思うんですけど、今日はね、ちょっと時短ということで、一緒にね、具材と一緒に煮てみました。では、これでね、生地を入れていきます。先ほどね、合わせた生地です。7分目から8分目ぐらいまでですね。この状態になりましたらですね、バーナーで、炙ったりもするんですけども、家庭にね、バーナーがない場合、こういうね、キッチンペーパーなどあると思います。それでね、こう、吸い取るような感じでね、ある程度、この気泡をね、吸い取ってもらえればいいと思います。はい、この状態になったらね、蒸していきます。では、蓋をします。今、こんな感じにね、沸騰した鍋があります。これにね、火をつけます。1個ずつですね、こう入れていきます。で、だいたい中火に落としましてね、蓋をします。ここからね、約7分、この状態で放置します。約7分経ちました。どんな感じになってるかね、見てみましょう。あ、いい感じになってますね。もう最高です。この時点でですね、今度は火を切ってですね、今度三つ葉を入れます。で、もう一回蓋をします。約1分ぐらいですね。放置します。では、1分経ちましたんでね、こんな感じでね、綺麗な感じでね、できました。これでね、完成になります。
本日は、赤のね、安丸だしを使って、茶碗蒸しをね、お作りしました。香りのね、ぷーんとこう漂うね、カツオの香りがぷーんと漂う美味しい茶碗蒸しになってます。ぜひね、試してみてください。いいなぁと思われた方は、下の概要欄に URL が貼り付けてありますので、料理の達人と言っていただければ、お手軽価格でご購入できます。ぜひご利用ください。最後までご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また、メンバーシップも始まりました。そちらの方もよろしくお願いします。